金曜日、今週最後の平日になりますよ。今日一日頑張るためにも、起きてくださいね。朝が苦手な皆さんも、この朝ここライブを習慣にすれば、毎日6時に起きられるのではないでしょうか。それではね、今日もいろいろと情報が入っているようですから、見ていきましょうか。このようにね、私の頭で毎朝平日はガタガタと騒いでいるのは視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。Good morning。皆さんもね、元気におはようとガタガタ震えております。今日はね、もういろんな情報入ってるらしいですから。ですが、やっぱり最初はクソザコ速報です。なんと先日行われましたこちらの闇のゲームという謎の配信、アクアパイさんのチャンネルで行われましたこちらの配信ですね。なんとそもそもね、こちらの配信始まった瞬間ね、マリンパイセンの解像度がガビガビになっていたことが分かりましたね。これなんか一人だけおかしいっす。ガビガビっすね。すりガラス越しに見ているのでしょうか。しかもなんとこちらの配信はですね、ゲームをして負けるたびに体が薄くなってしまうというルールで行われたのですが、なんとものの30分で消失、ものの30分で薄くなりすぎていなくなってしまいまして、さらに爆破落ち。これはクソ雑魚なのではないでしょうか。皆さんの意見は、うわくさ爆破落ちなんて最低、めちゃくちゃでくさ爆破落ちは最低と言っている人がたくさんいるようですね。これさすがにクソ雑魚ですね。間違いないと思われます。でもクソ雑魚といえばやっぱりもっと昨日ありましたよね。なんと先日行われました、昨日ですね、行われましたこちらの祇園王決定戦。これね、キル水星も出ているようですが、ミオパイセンのチャンネルで行われましたこちらの配信、なんとですね、ご存知の人もいると思いますが、まさかの企画、こちらの企画配信に桜みこしまさかの寝坊遅刻をしてしまったようなんですね。これはクソ雑魚っすね。これは間違いなくアップルプルしてますね。これはさすがのエリートもクソ雑魚になってしまったのではないでしょうか。ですがね、実はこちらのね、配信始まる直前、こちらの配信は19時からの企画だったのですが、このようにね、18時33分にはこのミコパイセンからにゃはろー、今日の予定だねという形でツイートがなされていたんですよね。ツイートがね、18時33分にされているのならば、19時に向けて準備しとるやろ。しとるやろと思ったのですが、こちらね、実は18時33分にこちら投稿されて、この企画のために企画を準備するためにメンバーが集合ってされたのは実は18時40分だったんですよ。なのでね、18時40分に集まりましたメンバーはみんな、ミコパイセン7分前につぶやいてるですから大丈夫やろ。来ますやろ。来ないな。来ないね。いないですけどね。来ないねみたいなね。ってい
子たちはちょっと焦っていたんですよね。もうね、吹雪パイセンもね、懸命に呼びかけてはいたのですが、こちらね、18時53分の呼びかけ、もうね、集合時間13分過ぎてるんでね、ちょっとこれやばいぞって、皆さんなりました。これ忘れてるはずないやろ。でも、寝たかとね、みんな思い始めたんですね。というのもね、3分前に7分前にツイートしてるのに寝ろ、そんなはずないやろと皆さん思うかもしれないんですが、実はですね、皆さんこちらの配信覚えてますか？過去にですね、私が行いましたこちらの6月25日紫シアンチャンネルの中で配信されました漢字対決、こちらですね。実はこの時ね、私とシオンパイセンと A ちゃんという3人のメンバーで行ったのですが、集合時間に現れましたのは私と A ちゃん氏だけというわけでね、ちょっとこれはもうシオンパイセン寝ているのではという形でね、ちょっと疑問に思ってたんですよ。でもこの時もですね、実はシオンパイセンほんの数分10分ぐらい前につぶやきがあったんですね。なので大丈夫やろ、10分前につぶやいてるですから大丈夫やろとね、ちゃん氏と待っていたのですが、結果は集合時間に現れず、さらに迫ってくる放送時間、これね、ちょっと A ちゃん氏と私もね困ってしまいまして、やばい、ションパイさん寝てる、でも直立してるのに寝てるとね。実際はね、シオンパイセン放送集合時間には間に合わなかったんですけども、こちらの放送の時間には間に合いまして、現れた瞬間に危ない、寝てたんですよね。寝てたってお前ツイートしてんじゃないか10分前にって言いましたらね、あれは予約投稿、ここでね、ちょっと予約投稿の恐ろしさをね、私知ってしまったんですね。これちょっとね、予約投稿ってできちゃいますとね、もう何分前につぶやいてたからみたいなのないよね。もうないっすよね。これに対し有識者は予約投稿機能により有名人のリアルタイムストーカー不能に。これね、有名人のリアルタイムストーカーできなくなりましたね。なんかよくやってません？声優の方がクリスマスにちょっとこっそり彼氏のとこ行ってんじゃないかっていうチェックするオタクの恒例行事やってるじゃないですか。この機能を使いますと完全にこれはできなくなりますよね。というのもね、事前に投稿をしておけばいいよ。今家でご飯食べてます、むっしゃ自撮りみたいなのをね、あらかじめ投稿しておけばいいわけですからね。でもそんなことはキルココシみたいなね、超優秀偽りなしプロアイドルのキルココシはね、そんなことしないんで、もうそんなことをね、絶対偽りなんてやらないんで、もうなんならね、もうあらかじめそれこそ予約投稿でね、もう今年のクリスマスの文章も予約してあるんで、もう偽りとかないんで、もうね完全に予言しちゃってね、もうね彼氏であるセガとね素晴らしい夜を過ごす予定なんで、皆さんねよろしくお願いします。このようにね、でも私が実は来たことが来ました。US ドラゴンアメリカはクリスマスを彼氏とかと過ごすという習慣がないんですよね。実はこれ日本だけなんですよ。クリスマスといえば家族と一緒にいる日なんですよね。私はね
金土日に親戚が襲来してきて配信に音が乗りますので、できれば家族とは離れたいところですが、ちなみに今日からはさらにね、親戚ドラゴンはもちろん突しますが、なぜか親戚ドラゴンの友達ドラゴンまでもが泊まりに来るという大変なことになって、夜から騒がしくなるようですね。まあそういうわけで、肝心のミコパイセンのツイート、あれは一体何だったんでしょうかというと、やはりミコパイセン、こちらの配信の中で予約投稿であったと自白。まあね、予約投稿ならね、その予約投稿したことを忘れてね、寝てしまうこともあるのではないでしょうか。こちらね、この擬音王の配信の中では罰としてね、集計中の尺稼ぎとしてね、人とは別にまたお題を突きつけられたミコパイセンを皆さん見たと思うのですが、実はね、実はこのミコパイセンの2回目の擬音タイムのお題なんですけどね、あれもうキルココがサイレント提案してたんですよ。こそこそって私がね、これミコパイセン2回目のあれ、これがいいっすよってミオパイセンにこそこそってちょっとディスコードで送れましてお前だったのか。そうなんですよ。そしたらね、ミオパイセンがスススッとこう変えてくれましてね。まあでも変えますみたいな返事なかったんですよ。でもね、そういうそそって私がそって提案して、でその返事がなかったので、私もそのサイレント提案の案が採用されたのかされていませんのか全然わからなくて、その後ね、ミコパイセンのボワーブブブブとか聞いて、私全然違う答えを書いてて、全然自分で提案しましたお題なのに自分で答えられなかったんですけど、採用されてるかわからなくて、私ミコパイセンのこの2回目のねお題パリピって答えたんですよ全員外れ全然わかんなかったんですよ。全く難易度が高すぎるんだな。というわけで皆さん、次に行きましょうか。普通にわからなかったのか。普通にわからなかったっすね。高度な心理戦でしたね、あれはサイレント修正されてね、ちょっとサイレント自分でもわからないということでした。それでは次です。なんとアーク速報が入っているようですね。やったー。なんと白神吹雪師がクリスタルの世界に舞い降りたようです。久々の吹雪パイセンのクリスタル、そしてアークが見られるのではないでしょうか。これちょっと昨日ね、来るかって期待してたんですけど、一方その頃桐生ココ氏は何やら見たことがない世界に降り立っていたようですが、これクリスタルアイドルズには見えないですが CM です。
くこれはちょっと来ちゃいましたね。クリスタルアイルズという素晴らしい平和な世界になんと恐ろしい世界が追加されたようですね。皆さんお待たせしました。アークサーバーに2つの公式マップを追加。クロスアーク設定を私頑張りました。なんとね、転送装置、アークの世界にありますすべての転送装置から一瞬で別のマップに飛べるように設定をいたしました。そしてエクスティンクション追加、さらにアークで一番人気のないマップと言われているスコーチとアールも追加。ね、まあ皆さんちょっと軽く紹介をさせていただきますが、こちらね、Scorched Earth というのは、まあ一番人気がないと言われますけども、砂漠です。砂漠。焦土。ね、シャブコンボ先生もね、焦土と言ってましたけど、焦げるような大地。こちらのね、非常に暑苦しい世界になっております。ここにはね、他の世界にはない。一匹だけね、このマップに1匹だけしか出てこないと言われます。とんでもない動物。フィーネックス。幻のフィーネックス。実は私もね、1回だけちらっと見たことしかないです。フィーネックス。フィーネックスというね、幻の恐竜が1匹おります。フィーネックスをなんと捕まえると燃える竜ですから。燃える竜。なんと生肉を入手するとそいつのインベントリーに入れているだけで焼肉になっていくオート焼肉装置。一体誰がこいつを一番最初に見つけ、そして捕まえるのだろうか。そしてさらにエクスティンクションもう一つ追加されました。こちらですね。エクスティンクション、これは以前ホロライブのサーバーでありましたアベレーションの正式な続きとなっております。アベレーションをクリアした廃人どもにしかいけないような、ここはちょっとガチの難易度になってますが、まあでも平和な場所もねあるので、平和な場所と平和ではない場所の差があまりにも激しいマップになっております。スコーチとエースも過激にきついんすけどね、まあ数時間に1回ぐらい体焼かれるんで。というわけでね、皆さんこちらのねホロライブのサーバー、こちらメンバーに全部開放しておりますので、皆さんの愛する推しメン、そして私が世界に飛び込むのを楽しみにしていてください。それでは次です。アルコおじさんも喜んでおりますね。さすここアルコおじさんもねちょっと大歓喜してもろてですが、ここでまたクソ雑魚速報です。なんとですね、先日キリオココチャンネル、キリオココ氏のチャンネルでメンバーシップの人限定で配ったこちらのパスタ作ったお前という壁紙、こちらのね壁紙をメンバーシップ限定で配ったのですが、なんとこちらのこれねちょっと顔は可愛すぎるのでメンバーの人にしか見せられないんですよ。こっちあまりにも可愛いんですけどね、メンバーシップの人はしっかり見られます。無修正で、メンバーシップは無修正なんですが、こちらなのですが、実はこの壁紙に対し意見が入ってしまったようですね。こちらですね、なんとこの背景パスタではなくペンネなのではないかと指摘をされてしまったようですね。皆さんの意見はくしゃ宣伝助かるパスタとはペンネマカロニなんかいろいろとちょっと指摘をされてしまったようなのですが、これに対し桐生水越は彼女の連れが作った美味しいパスタ、彼女の連れが作った美味しいパスタは全部パスタ作ったお前、そういうことなのではないでしょうか。皆さんもご一緒にちょっとやっぱねこういうの全部パスタなんで、彼女が作ったね、私っていう彼女が作った素晴らしいパスタ壁紙は全部美味しいと言って受け入れてもらわないと
困ります。そう思わないでしょうか。そういうわけで、ちょっとね、歌わせていただきます。パスタ作ったお前。大貧民を彼女に連れ、美味しいパスタ作ったお前、家庭的なパスタ作った俺、一目惚れ、大親友負けてぶっちぎれ、それ見てパスタ作ったお前、美味しい笑顔癒され、ぶち切れ、もう完璧っすね。まあこんな感じです。というわけで本日皆さんに覚えていただきたい英語はこちら、bitch made pasta。bitch made pasta ですね。これは一体どういうことかと言いますと、彼女が作ったパスタ。これはね、まあ簡単ですね。私のドラゴンアメリカではですね、彼女のことをビッチ、そして彼氏、氏ってどうじゃ？彼氏のことは、my man。my man。と言います。彼女はビッチ。彼氏は my man。そしてね、ビッチメイド。これでね、これをつけて、メイドってつけるだけで、この前の人が作ったっていう意味になります。簡単な言い方ですね。そしてこれで、ビッチメイドパスタ。ですね。なので、例えばあなたの彼女が頑張って動画を作ったら、ビッチメイドビデオ。あなたの彼女が頑張ってピッツァを作ったらビッチメイドピッツァと言ってあげるのがいいのではないでしょうか。皆さんね、US ドラゴンアメリカに行った際には自分の彼女をしっかりこれで呼ばれると認識しなければいけません。なぜかというと平気で俺の彼女を連れてきたでThis is my bitch と言われた時にこいつ暴言吐いたのかって思ってしまいますから、心には留めておきましょう。それでは今日の天気です。シャッパラッパ、うまっこれちょっとカロリー案件待ってますね。それでは皆さん今日も見てくれましてありがとうございました。そしておはようございました。パスワード忘れたわ。パスワード何にすっかな。パスワードはビッチだよ。これはそういうことですね。さあ西にOK さあ西にOK もしかしたらそうか Everything I think